佐々木です。僕も今でこそね、偉大なゲーマーとして自由の女神の横に彫像を立てましょうかってとこまで来てますけど、昔は全然普通の爽やかな青年だったんですよ。ゲーセンで何度も対戦を繰り返してめっちゃやってるつもりになってるのに、実力はマジでドパンピーでした。トッププレイヤーとは圧倒的な差で、ある程度のところで頭打ちになって、俺の実力こんなもんなんやろうなって自分で限界を決めてました。で、その停滞してた期間がなんと10年くらい。アホでしょ。アホなんすよ。で、そこからどうやって脱出できたかって、家庭用でトレーニングモードをするようになってギューン伸びたんですね。これは事実なんで堂々と言いますけど、ちゃんと練習するようになってだいたい1年くらいでプロレベルと対等に渡り合えるくらいにはなりました。だからやっぱり単純にね、正直、俺がすごい。神。ってのは当時若造だったんでもちろんあったし、天狗オブ天狗だったんやけども、ここで僕が一番思ったのは、それも大事やなーってのよりも先にもっと早くちゃんと練習すればよかったなって感情がすげー出てきたよね。両南戦のミッチーと張ってたと思う。自分がのめり込んでたギルティギアとサードっていうゲームではもう当時の環境は残ってないわけですよ。この2つのゲームはマジでやばいくらい流行ってたんで、その時にちゃんと強くなる努力ができてたら、ちゃんと強いプレイヤーと対戦できるようになってたらってすっげーもったいないことしたなって思ったよね。だから皆さんも同じ思いをしないようにねって、ぶっちゃけ残念ながらそこまで高尚な気持ちはないんやけども、でもやっぱり僕もこうやってゲームという界隈で活動してるわけなんで、多くの人に楽しさを知ってもらいたいし、上達してもらいたいんですよ。てかツイッターで僕結構 DM とかリップもらうんですよね。どんな練習したらいいんですかみたいな。先日の何気ない気持ちでプレイヤー育成したいけどテーマ合わんねえわってつぶやいたら、なぜか結構反響があって、まあこんなね、得体の知れない格ゲーマーにすっげえありがたいなと思う一方でね、テーマ合わんって言っとるだろうがこのチンパンどもがってちょっとなったんやけど、頑張りたい人はいっぱいおるなって思った。というわけでね、10年間何をやっていいかもわからずにずっと伸び悩み続けた僕だからこそ、皆さんに伝えられることがあるんじゃないかということで、格ゲーのロードマップを作ります。僕は動画発信頑張りたい。皆さんは強くなりたい。間取ればいいじゃない。まあロードマップってどんなんかっていうと、スト5とか KF とか個別タイトルじゃなくて、格ゲーでゼロから上級者になるまでにどんなことをどんな順番でやるべきか、上手くなりたいならこの佐々木の動画見てれば OK よみたいなのね、初級者と中級者と上級者に分けて、それぞれの段階で優先すべきものを一つ一つ解説します。そういう情報ってね、今ないんですよ。ポイントで局所的な情報はあるけどね、細かくどの順番でどのスキルを身につけるべきか、どんな練習が効果的なのかって皆さんわかります？わからんやろ。だって情報ないからね。だから作るわ。はい、今かっこいい新世界の神と呼んでください。で、先に言っとくんやけど、ゲームによってセオリーって変わってくるんやけど、どんなゲームも基本は全部一緒。ちょっと応用したり省くだけで OK。2D も 3D も含めていろんな格ゲーしてきたけんね。まあ、任せんしゃいあんたも。正直に言うと、攻略系の動画よりも誰でも楽しんでゲームに興味持ってもらえるような動画を出していきたいんやけどね。でも世の中には格ゲー始めたけど伸び悩んでやめちゃったっていう人もおるし、ちゃんとした情報が最初からあれば格ゲー始めてくれる人も増えるんちゃいますかということで頑張ります。もちろん僕は YouTubeで発信していくんやけど、週2本くらいの投稿で3ヶ月くらいかけて頑張ろうかなと思っとる。長すぎるって。もう一気にドドドーって情報詰め込まれても大変やろ。もう皆さんのためを思ってよ。量が多くて大変なんじゃあんたが編集やってくれるんか？そういうわけでとにかく格ゲーで初心者が上級者になるまでのロードマップ今週から発信していきます。もちろんいつも通りの動画も織り交ぜていくんでよろしくお願いいたします。で、まあこれだけで終わるのもなんなんで、具体的な練習方法とか解説っていうのは今後の動画で話すとして、ここからは抽象的にはなるんやけど、格ゲーの強くなる方法について考え方や取り組み方を話していきたいと思います。で、第一にお伝えしたいのが、まず格ゲー始めた人がやるべきこと。これ結論言うと強くなろうとすること。この理由はシンプルです。成長して勝てるようになると死ぬほどおもろいから。いや、強くなろうとすることって何を言うとんねんこいつって思うやろ。これは噛み砕いて言うと、意識的に上達しようという行動を取ること。で、この行動には対戦したい動画見たりとかまあいろいろあるんやけど、その中で最も重要なのが、そう、みんな大好きトレモです。で、ここでちょっと真面目な格ゲーマーの真実に触れたいんやけど、よくね、格ゲー始めるならまず一緒にやる友達見つけようっていう人見かけるんですよね。継続が一番大事ですから、一緒にやれる友達とワイワイするのがとにかく最優先でしょ。そうやって切磋琢磨していくと同時に強くなれますよみたいな。まあ確かに言ってることは正しいんやけど、僕は過激派なんでリアルをお伝えすると、これはちょっと違うんですよね。なぜならまず第一にそんな友達はいません。小中学生じゃないんですよね。一緒に格ゲーやろうよ。分かった、頑張ろう。いないんです。難易度が高すぎるんです。加えてこれはある程度運ゲーではあるんですけど、大抵一緒に始めたやつって同じ熱量を保てないんですよね。俺たち勝とうぜ。頑張ろうぜ。お前と格ゲーやるの
息苦しいよ。ゴリショック現象が起きます。そして何よりこれが一番大きいんですけど、別に意図して作ろうとせずとも飛び込んでしまえば 100% 仲間はできます。強くなろうと行動してれば絶対できる。つまり一緒にやる友達を先に作るんじゃなくて、まず強くなろうとして、その過程においてすでにやってるゲーマー仲間を後から作るのが正解。さっさと始めちゃった方が圧倒的にいいから。だって例えば皆さんこれからね、将棋っていいな。うわ、マジ羽生さんかっけー。ワイには将棋しかねえ。で、将棋始めたかったとして、一緒にやる人探そうと思います？その人が一緒に継続的にやってくれると思います？ないでしょ。とりあえず自分が学んで上達しながら、すでに将棋やってる人と絡みたくないですか？同じ志を持ってる人と仲良くなりたいし、仲良くなるべきじゃね？だから友達とか身近な人が格ゲーマーで、その影響で始めましたって人はめっちゃラッキーなんですよ。勝ち組一生分の運をそこで使ってる。さらに付け加えて補足しとくと、ゲームは一人でやるとつまらないから、同じようにやる人を見つけてモチベ維持しようぜっていう前提も否定したくて、ゲームは一人でやってもおもろいです。ただ作業になって変化がなくなると急につまらなくなるだけ。一人で RPG したり読書してもおもろいんですよ。成長や情報の変化があるから。でもボタン押しっぱでその辺の敵倒して経験値稼いでるつもりになってるのに、一切何も変化なかったらそれはつまらないです。だから過激派から言わせてもらうと、一人でやっててつまらないって人は強くなろうとしてないか、強くなろうとしている行動が間違ってるかのどちらかですね。で、今まで見たことないけど成長しててもつまんねえよって人がいたら、多分それが才能がないってことなんやと思う。これはもうゲーマーの適性がないんで、ゲームはやめて違う趣味とか探した方が人生絶対良くなると思う。とても格ゲー広めようとしてるやつの発言じゃないね。拙者も不器用にござる。で、こういうことを言うと、別に勝てなくても強くならなくても楽しくゲームできてるしいいんだって言われるかもなんやけど、それはマジで正解。楽しみ方は人それぞれなんよ。みんな違ってみんないい。ただ人それぞれなんですで終わると思考停止なんで、綺麗事や理想なしでマジのリアルをお伝えすると、強くなって勝てるようになった方がはるかにおもろいです。まあ逆説的なとこもあるんやけど、強くなったやつで未熟なままでよかったわってやつは一人も見たことない。もちろん本当の意味でストレス解消として週2で 1,2 時間程度遊ぶぐらいなら全然強くならなくても飽きは来ないだろうし、息抜きとしてすげえいいと思う。でも毎日 2,3 時間もやっておいてただ遊んでるだけでいいんだって人は、個人的な感想を言わせてもらうと、ゲームに遊ばれてる、ギャンブルにハマってる感覚に近い。もちろん本人がいいならいいし、別に否定してるわけじゃないよ。まあ否定してるようにしか聞こえんが。ただ受け身で時間を浪費するよりも上達しようとした方がおもろいし、趣味として生産的じゃんねって話ですよ。つうわけで好感度を犠牲にして好き放題言わせてもらいましたが、一緒にやる友達は後からできるし、強くなって勝てるようになった方がおもろい。これがリアルです。で、強くなるために最も大事なのが、繰り返しにはなりますけど、トレモですよ。こっからめっちゃ大事になってくるんですけど、強くなりたい皆さんは対戦よりトレモを重視してください。なぜならトレモで鍛えられるものの方が重要だから。これ結構分かってない人いるんですけど、トレモと対戦で鍛えられるものって違うんですよ。あらゆる分野で共通してると思うんやけど、鍛えられるスキルって2種類あって、基本スキルと応用スキルがあるんよね。基本スキルは単純な一定の動作で、スポーツで言うとシュートとかパス、ドリブルとかね。あと将棋の詰め将棋とか音楽の演奏もやね。格ゲーで言うとセットプレーとかコンボとかもね。一方で応用スキルはというと、対応して柔軟に判断を下す必要がある動作。相手のディフェンスを見て攻撃したり、将棋で相手の攻めをいだしたり、周囲にリズムを合わせて演奏したり、格ゲーも球の打ち方とか地上戦とかね。で、これどっちが大切かっていうと、圧倒的に基本スキルなんですよ。木でいう幹の部分に当たるよね。対して応用スキルは枝葉の部分みたいなもんで、基本スキルが身についてないとそもそも実行できないんよね。まあお気づきだとは思いますけど、基本スキルを鍛えられるのがトレモで、応用スキルを鍛えられるのが対戦です。幹の部分を鍛えられるトレモを重視してください。あとさらに言うと、練習効率がトレモの方が全然いいです。対戦で価値が一定じゃないんですよ。相手とか自分のコンディションでめちゃくちゃ経験値変わるんよ。実力差があったり、今の自分に有益じゃないスタイルの人と対戦したりすると、まあ無駄とまでは言わんけど、得られるものが少なくなるよね。というか、得られるものが多い対戦って全体の数で言うとすげえ少ないし、その経験値すらトレモに比べたら少ないです。これは特にね、自分が未熟であればあるほどそう。しかも単純に対戦で時間かかるしね。せっかくゲームできる時間を対戦相手を待ったり、バーバーバーってロード時間に当てたりするのはめっちゃもったいないです。バーバーバーってなんや。とはいえね、わかる。対戦したんやろ。死ぬほどわかる。ゲーマーの三大欲求の一つ、対戦を抑えることは非常に難しい。僕もね、対戦するなと言ってるわけじゃないんですよ。ただ対戦ばっかりやってトレモをやらないっていうのは非常にもったいなさすぎるっていうことを申し上げたい。確かにね、ここも本音でいくけど、トレモより対戦の方が絶対に楽しい。でもね、ここまで動画を見てるあなた、変わり者のあなた、チンパンのあなたは強くなりたいんやろ。だから数ある動
動画の中でこの動画を選んでくれたんやろ。大丈夫、強くなることは楽しいし、トレモ自体つまらないわけじゃない。っていうか、対戦をもっと楽しめるようになるやばいスパイスがトレモ。自身の成長を感じながらする対戦はドラッグそのものです。ちなみに私誤解されそうなんですけど、ドラッグを決めてハイになってるわけではありません。強くなりたいトレモ。楽しみたいトレモ。かっこよくなりたいいいからトレモだ。というわけで、ここからはもうちょっと詳しく、今後どういうトレモの取り組み方をするかということについて大事なポイントが3点あります。まず1つ目が、トレモ対戦トレモ。これをめちゃくちゃ推奨したい。毎日トレモから始まり対戦してトレモで終えてください。サンドウィッチ。それぞれの時間の配分の理想はトレモ4対戦1なんやけど、ゲームにそこまでできるのはまあ間違いなく少数派よね。はいはい、過激派過激派。なのでトレモに対戦1くらいがまあ落としどころやね。例えば1時間ゲームできるってなったら、まず30分トレモして、次に20分対戦して、最後に10分トレモする。なぜこの方法がいいかというと、単純にめっちゃ効率がいいからっていう話になってくるんやけども、実際トレモだけじゃつまらなくなるし、課題や弱点が実践を通さないと分かりづらいんよね。事前のトレモで自分が練習したことがどれくらいできるようになったかってすぐフィードバックが取れるし、さらにその後にトレモをするから自分ができなかったことに対してすぐアプローチできるよね。事実トップアスリートだって試合とか本番の前はしっかり準備するし、終わった後はすぐ振り返るよね。だからそういう意味で言うと、初めのトレモで練習して、次の対戦で実践して、最後のトレモで振り返るみたいな感じ。で、このトレモ対戦トレモでは毎日一つずつでいいから、局所的にワンポイント良くすることをやってほしいよね。いろんなことを一気にやろうとしても、1日ですげえ成長できるなんてことないけどね。今日は基本コンボだけは絶対落とさねえとか、とにかく対空だけは出すんだみたいなね。ちなみに補足で大事なことなんやけど、スト5なんかではトレモしながら待ち受け対戦っていうのができるんやけど、あれはやらないようにね。集中途切れで効率悪いし、練習より対戦待ちの意識になってしまって、練習の目的見失っちゃうけんね。対戦タイムですらあんまりおすすめしない。単純に操作に慣れてないんですっていう場合はまあ別なんやけど、対戦の合間は試合を振り返ったり、自分の考えを整理してる方が絶対いいよ。そっちの方があんたかっこいいよ。まあやることをまとめると、その日の課題をまず決めて、それに沿ったトレモをやってから、次に課題を意識して対戦する。そんで必ずできなかったこととか気になる点が出てくるはずなんで、それを振り返ってトレモをするって感じ。大事なトレモはやる、対戦もできる、効率よく強くなれる、つまりそうです。モテるんです。トレモ、対戦トレモ激推しです。で、次に大事なポイントがメモマになる。これも超重要。一番大事かも。とにかくメモを取ってください。やり方は簡単。A4 のコピー用紙をいつでもすぐ書ける位置に置いて、トレモ対戦トレモをしながら思いついたことを全部書いていくだけ。メモを取るのは別にノートでもいいんやけど、個人的には A4 のコピー用紙がめっちゃ優秀やったね。まあこの辺は任せます。で、このメモがね、成長の鍵なんよね。付きっきりのコーチでもいればまあそんな必要なくなってくるんやけど、そんな人まあおらんけんね。具体的なやり方としては、まず課題を決めてトレモをしてたら絶対になんかいろんな考えが浮かんでくるんよね。何が原因でできてないんやとか、もしかしたらこういうやり方がめっちゃいいんじゃねみたいな仮説とか、それをメモする。もちろんそのメモを元にどんどんトレモで意識していくこととかも変えていく。で、次トレモを置いて対戦するときには、そのメモを対戦を待ってる間に見ながら考えを整理したり、自分の成功イメージを描いたりしてほしいよね。そうそう、俺左手に力入りすぎないんよな。リラックスしてちゃんと画面見よう。俺は梅原、バースト読んでまだ入る。みたいなね。で、実際対戦してみると、そういうのがさらにどんどん出てくるから、それもメモしていく。うわ、対戦してたら俺 1P 側での勝利を全然出ねえわとか、もうできると思ってたコンボがなんか対戦だと全然できないのなんでとかね。ここではその日の課題以外のことも全部メモっちゃって OK。で、そうやって対戦していくとどんどんメモが溜まっていくから、その日のうちに一番自分が大事やなって思ったことを最後のトレモで練習したり調べたりするんよ。そしてメモを元にさらに明日とか今後の課題を決める。これがメモマになるってこと。あとメモに慣れてきたら記録をするのもいいね。ヒット確認何回ミスったとか、勝率はどうだったとかね。まあ初めのうちはめちゃくちゃメモも溜まってくるし、結構どうでもいいことも書いちゃったりするんやけど、全然それで OK。なんかめっちゃ書いてるけど俺何しないんや。で、何を練習するとか意識するとか優先度分からなくなったら、その日の課題にできるだけ近いものを選ぶとか、今後僕が優先すべきものを優先する順番に動画にしていくので、そちらも参考にしていただけたらと思います。そして仕上げに自分の好きなことにそれだけ頑張ってる自分に酔え。脳筋たちがのさばるランクまで自分だけがここを使ってる、褒めたたえる、メモを取ってるあなたはめちゃくちゃかっこいい。ほんで最後の大事なポイントが正しい努力と工夫をする。これはトレモのやり方の話で、ただ闇雲に練習しても効率悪いんよね。ここは2つポイントがあってね、難しいことを練習するときはまず細分化すること。自分にとって難しいことを最初から完璧にやろうとしても絶対にできんけん、分けて段階的に練習した方がいい。例えば格ゲー始めたての人が大パン昇竜、スパキャン、真空波動というコンボを完璧にしたいとしても全部やろうとしても絶対できないんですよ。無茶すんじゃねえ。だからまずは大パン昇竜と昇竜、スパキャン、真空波動の2つに分けてそれぞれを完璧にする。で、ぐっ
つけて大パン、昇竜、真空、波動にするってやった方が絶対に早く習得できます。僕も英語勉強するときは長い文章を聞いて一度理解しようとしても全然できないんで、切り分けて発音したり聞いたりして勉強してます。そっちの方が早いし理解できるんで。惚れないでください。だから簡単なことは細分化しなくてもいいけど、難しいことはガンガン分けていきましょう。ほんでもう一個のポイントが、ゆっくり練習すること。自分の苦手なこととか失敗の原因になっている部分っていうのはゆっくり練習した方がいいんですよ。例えば大パン昇竜が苦手だったとしたら、もうゆっくり大パン6、2、3、P くらいゆっくりやるんよ。怠け者インスト。623P ってのは昇竜コマンドのことね。わからんかったらググりなさい。そうすると画面には大パン振った後にカクカクしてまたパンチする顔だけかっこいいキャラが映るんやけど、それでいいんよ。正確に入力することが一番大事。そうするとあら不思議、挙動不審だったキャラが華麗に大パン昇竜をするようになるんですね。素晴らしい。これは僕がやったのか。能力に目覚めた時の主人公気分。これは違う分野でもそうなんよ。ピアノなんかも難しい曲を練習するとき、普通のスピードでひたすら練習していくよりも、自分がミスっちゃうとこを重点的にゆっくり演奏して修正する方が習得早くなるけんね。あとこれは言わんでもわかるような話なんやけど、焦らんようにね。1日のうち6時間とか練習しようとしたって非効率的すぎるし継続できんのよ。それなら毎日1時間を1週間やり通す方が全然偉いし、多分モテるやろ。というわけで強くなるためにやることをまとめると、毎日ちょっとずつでもいいからトレモ、対戦トレモをやる。昔トレモ嫌いだった僕でも全く苦じゃないんやけど、もし辛かったらね、対戦だけの日があってもいいんじゃねとは思う。できるだけトレモに対戦1ぐらいの割合でトレモ3度しましょう。その際はメモをすぐ横ね、準備して何かあったらすぐ書く。そんで自分のレベルに合わせて効率的な練習をしましょうってことでした。じゃあちょっと疲れたぞ。これちょっと長くなったんちゃうんか。マジやばいな。編集的な意味で。これから大体ね、週2ぐらいの間隔で大体やけんね、初級者から上級者になるまでのステップを多分ね、30くらいの動画になると思うんやけど、解説していきたいと思います。だから多分3ヶ月はかかる。普段こんなこと言わんのやけど、そういう動画見て質問とか相談とかがあったら全然コメントしてほしいなって思う。動画の本数を増やすとか回答動画を作るっていうこともちょっとやろうかなっては思ってる。大変やけどマジガチるわ。俺も頑張るから頑張れ。審判の力見せてくれ。そんで強くなっていつの日か打ち負かしてほしい。待ってます。以上です。対戦ありがとうございました。ほいじゃまたね。